プペルですね、僕は見てないです。見る予定もないですね。多分ね、面白いと思うんですけども、僕にとってはあんまり価値がないというふうに、もう見えてるんですね。で、なんでか、映像は絶対いいんですよ。だって 4°C だから。アキラとか作った、いわゆる 4°C ですよ。あそこが作ってるから絶対に映像は綺麗なんですよ。ただ、なんで興味がないのかっていうと、泣かせる映画だからなんですよね。泣かせる映画に僕興味ないんですよ。かつて宮崎駿はですね、ジブリ作品は泣けるっていうふうに取材で言われたですね、その時に泣くのが目的で映画を見るのはくだらないと。泣きたい人はおしんでも見てればいいんだっていうふうに言ったんですね。NHK のドラマのおしん。あれを見てればいいんだっていうふうに宮崎駿は毒づいたんですけども、もうこれに尽きると。感動ポルノという言葉あるのをご存知ですか？ポルノっていうのは、いわゆる性欲をかき立てる。そういうふうに欲情をかき立てるものをポルノって言うんですけども、感動ポルノっていうのは感動する心をかき立てて、いわゆる感動以外に目的がないような作品なんですけども、プペルは僕にとって分類すると感動ポルノなんですよ。で、感動ポルノを見て喜んで感動したって言ってると、自分の感受性が鈍っちゃうんですよね。感動するように作られてるのを見て感動するのは当たり前で、感動っていうのは心が動いてなんだかわからないものなんですよ。泣けるものっていうのは、なんかね、感動より僕はランクが低いと思ってるんです。あとね、プペルね、言い方悪いんですけど、思想性低いんですよ。思想性っていうのは何かっていうと、自分の語っていることに関する疑問とか反論をどれぐらい取り込んでるか。なんですよ。例えば、マーベルの作品って、アベンジャーズにしてもですね、キャプテンアメリカのその思想と、あと、アイアンマンの思想っていうのをお互いぶつかり合うんですよね。シビルウォー以来。で、それは何だかっていうと、自分たちが持っている正義感に対する反論っていうのが映画の中に組み込まれてるからなんですよ。で、こういう映画を僕は思想性があるというふうに呼んでます。宮崎駿もですね、例えばナウシカで書いた結論、映画版ナウシカで書いた結論、漫画版のナウシカでひっくり返したり、もののけ姫でひっくり返したりして、次々と自分で言ったことを自己否定するっていうのが映画作家なんですよ。で、これはだから僕思想性が高いと思ってるんですけども、で、高畑勲もですね、一見蛍の墓っていうのは反戦映画に見えるんですけども、あれはコミュニケーション障害の男の子が妹を死なせるっていうですね、話。これもやっぱり思想性高いですね。一見何々に見えてここで感動するのかというふうに見せて違うっていう作り方してるんですけども、対してプペルはですね、夢を諦めろと言われた。いろんな人に言われた。でも諦めなかった。ですね。このテーマに対して作者の疑問がないんですよ。キングコング西野という人が、そんなこと言うけど、これ、建前で実は嘘っていう部分もあるよねっていう、ここの部分言われたら痛くて反論できないよねっていうのがないんですよね。そういう自分の思想に対する反省なり、そういうようなものがないので、葛藤がないからね、説教とかね、説得になっちゃうんですよ。なのでですね、そのプペルはですね、僕は思想性がね、すごい低いと思ってます。アニメファンとしては多分これ評価しないだろうなと思ってるんですよ。なんでかというと、もうすでにたくさんの人が見てるわけです。アニメファンも見てるんですよ。ところが、プペルのですね、二次創作というのは出てこないんですよね。プペルのパロディとかですね、プペルの二次創作が出てこないと。面白いアニメは必ずオタクに見つかって、パロディされるんですよ。で、それが出てこないと。本当に面白いアニメはパロディを生むんだけど、プペルは面白いに違いないと信じてる人はいっぱいいるけど、本気で面白がってる人はかなり少ないと。だからパロディが出てこないんだというふうにですね、僕は思ってます。配信に降りてきたら見るので、プペルの内容的な評価というかですね、解説するとしたら配信に降りてきてからになると思います。